翻る紙揺れを作ってみよう。モデルを1から2体制作された経験があれば簡単に再現できると思います。紙揺れがまず1段動きがついてて、2段、そして3段。紙がこうピロッと翻る動きがついている。いいですね。本日はですね、これらの動きの作り方を解説していきます。それでは早速、揺れの動きをつけていきます。この3つのアートメッシュに動きをつけていくのですが、最初にアートメッシュで動きをつけておくと、後からですね、デフォーマーからはみ出してしまっても、まだ親のデフォーマーは動きがついていない状態なので、サイズの変更が楽なんですよね。で、今回ですね、この右横4から動きつけていくんですけど、ブレンドシェイプにチェックを入れて作業を進めていきます。まずですね、変形パスを配置するのがおすすめです。変形パス配置時にどこからどこまでを今回揺らすのかっていうのをイメージしながら点を打っていくのがおすすめ。ここから揺れるよっていう部分、コントロールとオルトを押しながらクリックしていただいて、折れ線にチェックを入れます。この折れ線にするとですね、ここからここまで動かすと決めて、その下だけがですね動いて、動かす気のない上の頂点ですねが動かなくなるので、どこからどこまでが揺れるとかっていうイメージを動きをつける前にやると良いと。この小さな跳ね毛2つですねのアートメッシュに対して1つの変形パスを配置しています。複数選択アートメッシュしながらですね変形パス打ちますと、同時にですね2つのアートメッシュ動かせる変形パスが作成されます。メインの毛束の輪郭に合わせてあげる感じで変形させてあげると、これでプラス側の動きができましたと。このデフォマで揺れをつけるときも、どこからどこまでが揺れるっていうのをまず最初にイメージするのがおすすめかなと。今回はですね、流してる紙と垂れてる紙が合流している部分から、末端までが揺れるとイメージしたとします。その次に考えることというのが、1、2、3のパラメーターがそれぞれどんな動きをするのかというのを想像するといいのかなと思います。その目安に使うのがベジェの分割数ですね。ベジェハンドルを目安に動きをですね、イメージしていきます。今回の右横紙の場合はという話なんですけど、4に変更すると、だいたいここから揺れるよって決めたところの1つ上のハンドルから1つ下のハンドルまでですね、これで1段目の揺れで2段目の揺れ、3段目の揺れみたいな感じでですね、揺れる範囲っていうのの当たりをつけてから今回の方法は動かしていくと。で、早速動きをつけていくんですが、まず最初に1段目の一番下の点からデフォーマ全体で見た時の一番下の点まで範囲選択します。で、こちら毛束1本分いかないくらい横移動させて、するとですね、当たり前のようにひしゃげるんですね。このひしゃげるのをまずは解消していきます。一次変形ツールの自由変形を使用して、平行四変形のような形に変形させます。この状態にできたら変形し始めのところとかがカクッとなるので、1行に点を選択してちょっとずつ移動量を戻してあげて、滑らかな形状にしていきます。はい、これでですね、1段目のプラス側の動き付け完了させたら、水平方向に反転しまして、何とも言えない動きができると。で、2段目も動き付けは全く同じなんですね。で、2段目までですね、揺れの動き付けられましたとします。2個目のパラメータ動き付けられましたら、四隅のフォームの自動生成ですね、掛け合わせるとですね、波が揺れる動きが気持ちいいですね。できると。3段目の動きつけていくんですけど、この範囲で弓なりになるような変形を加えていきます。こういう動きができたら水平方向に反転してあげて、これで横4段ですね、動きが完成しましたね。次は翻る紙についてですね、説明していきたいと思います。今回はですね、このプラス側からピロッと翻る動きを作っていこうと思います。まずですね、裏面の素材を向かって左側に変形パスなので上部を移動させていってあげます。で、折れ曲がってる部分あたりですねから毛先まではそのまま動かさないで表面にかぶせる感じで変形していきます。もうとりあえず一旦これだけで OK です。はい。で、次はデフォルトの形状をですね調整していきます。デフォルトのフォームをロックにチェックが入っていると形状いじれないので、一旦こちら外します。で、デフォルト状態では原画がそもそも裏返ってるような紙ではないので、もう全くですねこの表面にこの裏面素材が乗らないように横に移動します。で、外側の接する輪郭に沿うように変形パスで形状を整えてあげます。デフォルトの変形は終わりです。で、それでですね、このアートメッシュや線や塗りを元素材の線と塗りの間に配置し直してあげます。これですね。これがやっぱ裏面素材がアートメッシュの上に来てる状態だとこうなるんですけど、挟んであげるとこうかな。こんな感じでですね、動きをつけるときに見やすいので、先にやっておいた方が良いというところです。こ
こまでできたらですね、元の塗り素材をコピーしてアートメッシュですね、ラベルがついている裏面素材クリッピング欄に ID を貼り付けてあげます。するとですね、ピラッと出てくるようすにごい。なります。見えますね、翻ってるように。